はい、皆さんこんにちは。年末のね、大掃除していたら、この懐かしのシルバーのシャドウシャーク出てきました。これね、僕がミニ四駆復帰した時に一番最初に買ったキットなんですよね。まさかね、こんな風に使う時が来るなんて思ってもみなかったんですが、前回走行動画からいろいろ問題点ありましたので、一気にカスタムの方をしました。こんな感じですね。まあね、ほぼほぼね、変えたんじゃないかぐらいね、やりましたけれども、BMAX レギのいいところは、すぐにね、パーツ交換でセッティング変えられるっていうのも魅力の一つだと思います。ということでね、今回こちらのマシンご紹介していきたいと思います。前回走らせてみて気になったところ、まずはギアのトラブルが多かった。とにかくすぐクラウンギアが欠けてペラシャが伸びてしまってスピードが落ちてしまう。そういったトラブルが多かったのと、ローラー幅、前回走らせた時は前後とも 13mm ローラーをシャーシのこの 19mm ローラーのところに取り付けて走らせていたんですが、もっと狭くした方がいいんじゃないのかというところと、どうしてもローラーが狭くなるとこのサイドマスダンパー、これがねコースのフェンスに引っかかってしまうことが多かった。そしてこれはね本当にちょっと申し訳ないんですけれども、僕がね BMAX レギュレーションをちゃんとね読んでいなかったのが原因で、吊り下げ式のマスダンパー、これがね BMAX レギだとダメだったので、ここもしっかり変更しました。フロント部分はご紹介していたスーパー X 用の FRP プレート、これをねそのまんま使っている状態で、特に大きな変更点はないです。大きく変更したのはこのリア周り、リアローラーステーに使ったこのプレート、なかなかね使うことなくて僕も存在を忘れていたんですが、 AR シャーシにこんな感じでね取り付けができたんですよね。こちらのプレートは FRP サブプレートで、 AR シャーシのリアローラーステーのところに取り付けると、ちょっとね後ろ側にローラーを取り付けることができるんですよ。ただここの取り付けのローラーベースの穴、ここは 19mm ローラーよりも若干ですが内側に入ります。ローラー幅がね短くなってしまうんですよね。ローラー幅をさらに狭くするのに、フロント側は 89mm の2段ローラーアルミ、下火に使っているのは830ボールベアリングですね。こちらを取り付けてあります。問題なのはリア側ですよね。FRP サブプレートをローラーステーに使ったので、少しローラー幅が内側に入って狭くなってしまうんですよね。ということもあって、今回は 13mm オールアルミベアリングローラー、こちらを 10mm 径まで削りました。これね大変でしたね。4つさらに径を合わせるっていうのがね大変で、 10mm に削って少しラウンド状にして引っかかりにくくしてあります。これで前後のローラー幅がだいたいね同じぐらいになっているんですよ。リア側が 93.17、 そしてフロント側が 92.29、 ちょっとだけねリア側が幅広の状態になっています。リアローラーを標準の位置よりも後ろ側にしたので、ローラーベースめちゃくちゃ長いんですよ。幅が狭くてローラーベース長いんで、なんかね見慣れないんですが、だいたいここのローラー幅がこんな感じですね。 152mm から 3mm ぐらい、だいぶ長いですよね。幅狭でロングローラーベース、どういった走りをするのかすごいね気になるローラーセッティングになっています。BMAX レギで僕がね苦手なのはブレーキなんですよね。前回いろいろごちゃごちゃやったんですが、シンプルに変えました。フロント側は FRP 強化マウントプレート、こちらをこんな感じで取り付けています。ここに緑のキャッチャーがあるのは斜めブレーキにするために、ビスの後ろ側だけにかまして斜めにしています。こんな感じですね。この FRP 強化マウントプレートを使うことによってフロント側のビスの引っかかりも兼任しているんですが、コースのフェンスに引っかかる角度によってはビスが引っかかってしまいそうなんで、この辺もねちょっと対策したいなとは思っているんですよ。こんな感じで
こういう風にいけばまあそこまで問題なく防止してくれるんですが、こういう風にいった時ですね、ちょうどね斜めに入っていくとここがね少し引っかかるんですよ。ただマシンの重さで弾かれなければこのままコテンってこっちに行くので、コースアウトする確率は減るかなと思います。ただねスムーズにこうやってね復帰してくれた方がいいと思うので、この辺ねちょっと考えなきゃなと思ってるんですよね。リア側に関してはスーパー X 用のリアローラーステ、こちらを使いました。取り付けはもう標準穴で取り付けてあります。ここの黒いキャッチャーの部分はタイヤとローラーステーの間に隙間ができてしまって、コースのフェンスにこういう風にね引っかかってしまうことが結構あるんですよ。それを防止するために貼ってあります。これがあるとこういう風に来た時に引っかからず、こういう風にねコースに復帰してくれるので、これはね必須かなと思います。タイヤ径が小さいのでバンクスルーさせるのにいろいろ悩んだんですが、現状ブレーキ貼ってない状態でちょっとね分かりづらいかもしれないですけど、フロント側はこんな感じですね。リア側はこんな感じ。リアはね結構ギリギリ、むしろ若干当たってんじゃねえかぐらいなんですが、一応ねギリギリほんとね当たってないです。こんな感じでブレーキスポンジも前回は前後とも 1mm ブレーキ、さらに圧縮しないとバンクスルーの方ができなかったんですが、今回形状を見直してフロント側はより高い位置にこのプレートを取り付けることができたので、 2mm ブレーキを圧縮すればギリギリバンクスルーできるような位置になっています。リア側はね相変わらず 1mm ブレーキなんですが、圧縮しなくても大丈夫な高さになりました。あとねこのキャッチャーの部分に貼ってもいいですよね。こちらはね大きく変更しました。理由としてはサイドマスダンパー、これをね前回はこんな感じで普通に取り付けていたんですけれども、こうすると結構外側にプレートが出るんですよね。こうなるとコースのフェンスにこのプレートがね引っかかってしまうことがあるので、極力これをなくすためにこんな感じで取り付けました。これでマスダンパーが内側に来るのと、プレート自体が横に張り出さないのでコースのフェンスに引っかかる可能性っていうのがだいぶ減ったかなと思います。こんな感じでね合わせてみると結構内側に入りました。さらにリア側吊り下げ式がね NG ということで、なんとか置きマス段にしたいなっていうところで、このサブプレートの方を使って真ん中を開けてここに置きマス段を搭載しました。これ結構ね収まりよくできて僕はね気に入ってるんですよね。さらにシャーシの方に 19mm ローラーを取り付けるところが、こんな感じでね後ろ側にローラーを取り付けたので、ここにもスリムのショートのマスダンパーを搭載しました。パッと見はねこんな感じなんですが、あとはね中の方こっちにも真ん中2つスリムマスダンパーのショートを搭載しています。計いくつですかね、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 箇所にマスダンパーの方を搭載しました。前回走らせた時にギアのトラブルが多かったので、簡単な位置出しとクラウンの方をカーボン強化に変更しました。こんな感じですね。まずはねプロペラシャフトからご紹介していきたいと思います。プロペラシャフトはこんな感じ。前にご紹介した時はギアのこっち側の面を取っていたんですが、こっち側にしました。これはねコメントでアドバイスをいただいて、こうした方がいいのかなと思ってやってみたんですよ。前のやつと比べてみたら、このね上側の方を面取りすると上下にペラシャが移動した時噛まない可能性があったのでやめました。単純にこのペラシャの受けとペラシャが当たるところの面積を少なくするのに、この下側の方を面取りして搭載してあります。スパーギアとクラウンギアの位置出し、
まずはこの間に 1.5mm のプラスペーサー入れました。こちらもコメントでアドバイスをいただいてやってみたんですよね。そしたらね、わりかしちょうどいい感じなんですよ。BMAX レギだとギアの位置出しもポン付けでできる範囲でしかできないので、これはねありかなと思います。あとはスパーギアとこの軸受けとのこの間のところに小ワッシャー1枚入れてあります。ただ今回僕が使った AR シャーシ軸受けのここの壁が小ワッシャーが通らないぐらいの大きさ、ちょっとね小ワッシャーよりも狭かったんですよね。なので1枚なんですが、ここにね小ワッシャーが通るぐらい、このシャーシとかはなんか通りそうな感じがするんですけれども、そういった場合はもうちょいワッシャーを調整してみるといいと思います。 AR シャーシもなんか変わったのか小変更があったみたいなので、もしかするとね新しいシャーシはそんな感じなのかもしれないです。これはねこの間再販されたジョリジョーカーについてたシャーシになります。フロント側のクラウンギアの位置も同じで、この部分に小ワッシャーを1枚入れてちょっとプロペラシャフトに寄せてあります。カウンターギアに関してはまずはスプリングワッシャーを1枚入れて小ワッシャーを入れています。これで取り付けるとちょっとねきつめなんですが、なんかこれでも問題なさそうだったので今回はこちらにしました。取り付けるとこんな感じで、そんなにね左右に動かないぐらいの位置出しとなっています。 AR シャーシでねちょっと気になったところがありまして、その辺の対策もしてみました。まずはねこんな感じで普通に電池を入れて回すとこんな感じですね。でちょっとね負荷をかけるんですよ。こうやってそうするとここのギアカバー若干浮くんですよ、負荷がかかった時に。あともう一つが負荷をかけると電池が動いたんですよね。ということはギアカバーが浮くということはカウンターギアが浮いてギアが離れてトルク抜けの原因になるんじゃないのか。そして電池が動くということは設定圧が負荷がかかると甘くなってしまうんじゃないのかと思ったので、その辺の対策しました。まずは負荷がかかった時に電池が動かないようにする対策っていうのをやってみました。それがねこれですね。これはねわりかし簡単で、この部分に 2mm の青のブレーキスポンジを貼りました。ここにね貼るとモーター少しね入れづらくなるんですが、その分モーター自体が前側に来て負荷がかかった時にこの隙間っていうのもないのでモーターが動かなくなる。こうやってね手で触ってもねそんなにね動かないんですよ。なので電池が動かなくなって設定圧が抜けにくくなるんじゃないのかなと思ってやってみました。モーターの固定にやったのはもう一つがここ青の 2mm のブレーキスポンジを貼りました。これでさらに上にもしっかり固定するようにしました。でモーターをちょっとでも上にしたかった理由がもう一つありまして、カウンターギアとピニオンギアが離れてしまわないようにするというのが一つで、先ほど言ったタイヤを回して負荷をかけた時このギアカバーが浮くのでカウンターギアが浮くんですよね。ピニオンギアが下の位置にあるとこれが浮いた時その分ギアが離れてしまうので、だったらこのギアカバーが浮いたとしてもまだマシになるんじゃないのかなっていう感じでやってみました。あとはねここに 3mm のスポンジ、ここですね、ここに挟んでこれがなるべく開いた状態で止まるようにしてギアカバーが浮かないようにしてみたんですけれども、まあね物理的にね、この辺からビスちょっと長めにしてプレートでね押さえちゃうっていう方が正直いいのかなと思います。そうするとね使えるボディっていうのが限られてきますが、このシャドウシャークねいい感じにね全部開いてるんですよね。ウィングの方はね取り付けができなくなってしまうんですが、それもね一つありかなと思っています。
はい、今回はこんな感じでカスタムの方をしてみました。結構収まりよくできたんじゃないのかなと思うんですよね。まあね、カーボン使いたかったんですが、蓋を開けてみたら FRP ばっかで、まあこれ一応ねガチマシンで作っているんで、なんかそれっぽくねカーボンでね作りたかったんですが、まあその辺しょうがないかなっていうところですよね。ちょっとねこの FRP もつけたまんまなんで、もう少しね磨いたりしたり、ちょっとこの白いところをね黒くしたりして見栄えもね良くしていきたいなと思っています。駆動音もね素組み状態の時よりもだいぶね静かになりました。動画でね伝わるかはわからないんですが、なったんですよ。こんな感じで。トルク抜けの方はね多少しているかなってところなんですが、あとはね走らしてどういう走りをするのか見ていきたいと思います。今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。実はねもうテスト走行の方は終わっていまして、走らした感じ、まあ最終的にね思ったのは、もうちょっとパワーソ欲しいなというのがね正直なところですね。次回 BMAX レース用マシーン、こちらのねカスタムした後のテスト走行の方を上げていきたいと思いますので、引き続き見ていただけたらなと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただけたらありがたいなと思います。